梅雨対策ということでですね、さっぱりと食べられる鶏胸肉の梅味噌汁を、作ります。鶏胸肉もさっぱりしてるし、梅干しを使ったちょっと梅ペーストみたいなものを作って、たくさん食べられる、お重ですね。鶏胸肉って焼きすぎないってことがまず大事ですよね。今日はもう焼きがポイントになると思いますね。この鶏の胸肉のこうジューシー感というかね。梅ですごいさっぱりする。うまい。皆さんこんにちは、今日のごちそうさまチャンネルは梅雨対策ということでですね、さっぱりと食べられる鶏胸肉の梅味噌汁を、作ります。読んで字のごとし、鶏胸肉もさっぱりしてるし、梅の酸味で、たくさん食べられる、お重ですね。早速やっていきましょう。ではまず材料紹介ですね。鶏胸肉、はい、これだいたい売ってるサイズの半分ぐらいですね。それから塩コショウ、ごま油で、今日は梅干しを使ったちょっと梅ペーストみたいなものを作って、それが味のベースになるんですけど、梅干し、味噌、みりん、醤油、削りがつおですね、ソフトパックのやつ、あと板のりとごまと白いご飯。非常に素朴な内容になっておりますけれども、じゃあまずですね、梅干しを使った梅味噌ですね。鶏肉は種出して、種にも結構まだついてるので、少し包丁でこうね、こそいであげる。こういう感じかな。で梅肉叩きます。カリカリ梅、子供の時よく食べたでしょ。駄菓子屋さんね、今少ないですよね。毎日なんか買い食いしてたもんな。で梅干し叩いたのを入れて、この中に味噌からみりん少々でお醤油少々で削りがつおを入れてガーッと混ぜます。で完全に一体化するまで混ぜ切って、こういう状態かな。こういう状態。この梅味噌はちょっと置いておいて、鶏、胸肉ですね。今日は皮はちょっと使わないので皮を引いてしまって、だいたい厚さそうですね、1センチ厚ぐらいですかね。このぐらいの厚さ。今日の胸肉は立派ですね。はい、こんな感じでちょっと筋気になったら引いちゃってくださいね。あんまり僕は気にする方じゃないんだけど、ちょっとコリって感じで、そこだけ硬いので。で引いたら全体にまずお塩、で手でなじませて、合わせて胡椒で、これであと焼いてご飯と合わせるだけなんですけど、焼きにポイントがありますよね。やっぱりなんか鶏胸肉ってなんだろうな、ネット上の投稿とか質問とか、お悩みとかで見てると硬くなるっていうのがすごく多くてですね、おそらくですけど火入れしすぎなんですよね。だから焼きすぎないってことがまず大事ですよね。で1センチ厚ぐらいのこのぐらいの厚さだとしたら、強火で片面焼き色がつきます、裏返して焼き色つきますぐらいで火は入ります。でだから確かに食べた時に生だったらもうどうしようもないから不安で入れすぎちゃうんですけど、そこですね。今日はもう焼きがポイントになると思いますね。じゃあ鶏肉を焼く前にお重の中にご飯をセットしておきますね。ご飯をお好みの量を持って、この重箱ちょっと高そうに見えるでしょ。見えます。よくスーパーとかの前で問屋が商売したりするじゃないですか。そこで700円でしたこれ。はい、ご飯引いたらさっきの味噌の半量ですね。ここご飯にぬり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 、
こういう状態ね、こういう状態。たらさらにここに海苔だんだんを作るわけですね。そしたらこうかな、こういう感じかな。あ、これでいいんじゃないの。こんな感じに海苔敷いてね、こうそしたら火をつけて、ここから鶏肉の火入れですね。で油はごま油。やっぱ食欲がねなくなる時期なんですかね。ジメジメしてなんかさっぱりしたいのかな、そんな感じですよね。そんな感じ。これフライパンをしっかり温めるっていうのもねポイントですね。じわじわ火を入れたくないので。あ、いいですね。もうこの状態。で必ず一回油につけてからフライパンの面に設置させるっていうのもちょっと重要ですね。油が引いてないとこ触れてない状態で鶏胸肉が火入るとどんどんパッサリしてくるんですよ。で今片面焼き色ついてますよね。ちょっとこういうふうに硬さを見ます。でこれはほらふにふにしてるんですよ。まだふにふにってこれまだちょっと生で、この辺は押しても反発があんまりないんですよ。締まってる状態。これはほぼ火入れしてるんですよね、もうね。だから上表1センチぐらいだったら焼き色がつくぐらい焼けばもう十分です。もう両面焼き色、これで OK ですね。だからこのぐらいでいいんだっていうことを皆さんにも理解いただいて火入れしていくと鶏胸肉は本当に柔らかく食べれますね。たら火を止めて、ほらこれ炒め続けるとこうやって水分出てくるんですよね。これをだから長時間やっちゃうとこの水分ができちゃって硬くなっちゃう。これね、これもったいない。これ鶏肉の旨味でもあるので。さあ盛り付けていきます。まあお好みですね。これ全量乗っけてもボリューミーですけど食べれちゃうと思うんですよね。まあでも今日こんぐらいかな。一応半量でごまたっぷり。はい、これで完成ですね。じゃあ早速出来たてをいただきたいと思います。ちょっとね取り分け謎しますか。よいしょ。これ海苔取りやすいね、こうやってねベローンって。だから海苔もしっとりするんですよね。温かいご飯の上に引くんで。で切れやすい。いただきます。梅ですごいさっぱりする。うまい。鶏肉のねやっぱ旨味もあって、それが梅の酸味と絡まりすごい食べやすいです。パクパク食べれる感じ。夜ご飯でもいいし休みの日のお昼もいいねこれね。で鶏肉がねとても柔らかいです。やっぱ熱々のうちにこの鶏の胸肉のこうジューシー感というかね、さっぱりとしたジューシー感でちょっとね矛盾してるんだけどさっぱりとしたジューシー感なんですよ実際、ね、簡単ですよね。ぜひやってみてください。ごちそうさまでした。